こんにちは。シェア畑ひもいな3丁目菜園アドバイザーの西川です。今日は雪が降っても耐えることができるビニールトンネルの設置方法をご紹介していきます。これから雪が降ることが多くなりますが、そこで心配になってくるのがビニールトンネルの管理方法です。どのように設置すれば雪の重みに耐えられるか、そのポイントを紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧になってください。それでは行ってみましょう。それではビニールトンネルの基本の設置方法について確認していきたいと思います。ビニールトンネルに防虫ネットをダブル掛けにして風対策も考慮した標準のビニールトンネルの掛け方になります。ご注意いただきたいのは、これから雪が降ったりしますと雪の重みでこのように下がってきてしまいます。これをいかに防止するかというのが今日のポイントになります。それでは実際に雪が降る前にやっておくべき対策についてご紹介していきたいと思います。雪の重みに完全に耐えるようにするためには、このようなアーチ支柱を使っていただくということが有効です。こちらを使いますと段ボールより強度があるので雪の重みに耐えられます。しかしながら欠点はこのように形が出来上がっていますので、通常の支柱のような形で保管することができずに保管場所がすごく空ということになります。もしそれでも良ければこのような支柱を使っていただければ十分強度のあるトンネルが構築できることになります。今日はこのような支柱を使わなくても耐えられるような通常の段ボールを使った強度のあるトンネルの作り方についてご紹介していきたいと思います。こちらは通常のビニールトンネルの設置をしています。強度があまりないので雪の重みには少し耐えられない可能性があります。これを補強して雪の重みに耐えられるような段ボールの使い方をご紹介したいと思います。補強のための段ボールの追加をします。この追加の支柱が強度を増します。次に段ボールの間隔を小さくして追加の段ボールを入れていきます。反対側も同じように補強の段ボールを追加していきます。このように段ボールを追加で設置しました。この端の傾いた追加の段ボール、これの意味はどういうことかというと、雪が降った場合一番弱い端が引っ張られます。ここから沈み込んでいきます。これを防ぐためにこれを追加しました。これを入れることによって2つ、こちらは強度がありますから沈み込みが起こらないということになります。これがない場合はすぐにこれが倒れてしまうということになりますので、この追加が補強の意味になります。間の2本は間隔を狭めることによって雪が降っても雪の重みで横に倒れないような形になります。それでは実際にビニールトンネルをかけていきます。U ピンもビニールとこの上にダブル掛けする防虫ネットは別々にして引っ張り強度が出るようにしてください。反対側も同じように留めていきます。ご覧いただいたら分かるようにここの2本が強力に端を固定しますので重さに耐えられる。ただしビニールだけですと雪の重みで破れたりしますので、やはり防虫ネットとのダブル掛けにします。防虫ネットもしっかりと留めてください。これで出来上がりです。このようにすることで雪の重みに十分に耐えられる状態になっています。関東地方程度の積雪であればこれで十分に耐えられますので、ぜひこんな方法も試してみてください。トンネルパッカーは風にあおられないようにできるだけ下の方に固定します。こちらの方は強度のためにやっていますので、特になくても構いません。風の強い地域ですとこちらにもトンネルパッカーをつけていただいたらいいかと思います。さらに強度を期待するのであれば、このように 1.5 メーターぐらいの支柱を合掌で両端の段ボールを支えるようにします。ずれないように麻紐で固定をしてください。このようにすればさらに強度が増しますので、10センチ程度の積雪があっても十分耐えられるようになります。見ていただければ分かるように非常に強い状態になっています。関東地方であればこの対策で十分かと思います。通常の農園に備えられている資材を使って積雪に耐えられるようなトンネルの構造についてご説明しました。
それでは質問コーナーです。こちらの玉ねぎの追肥の動画にコメントをいただきました。鶏粉と発酵鶏粉は違うものですかというご質問です。完全に違います。発酵鶏粉は鶏粉を発酵させて乾燥させたもの。鶏粉そのものは鶏の糞をそのままですから、鶏粉をそのまま使うと非常に匂いがすごいです。周りに迷惑になるぐらいの匂いが発生します。それと虫も呼びつけますので、発酵鶏粉を使っていただくのがベストだと思います。今日は雪が降っても耐えることができるビニールトンネルの設置方法を紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。シェア畑ひもんや3丁目菜園アドバイザーの西川がお送りしました。それではまた。